皆さん、今日は最初に一つ質問させてください。この1年半、皆さんの周りで起きたこと、あるいはご自分の中で感じたことで、今すぐ脳裏に浮かぶものはありませんか？例えば、もう会わなくなった人なのに、言われた一言だけが今でも心に残っている。年配の家族のためだからと、ずっと自分だけが我慢している。本当はもうやりたくないのに、私がやらなくちゃ、と。引き受け続けている役割がある。あるいは、昔の失敗を思い出して、私はどうせ、またできない、と。自分で自分を止めている。皆さん、それを抱えたまま、今年でも、特に大切な9月を迎えるのはもったいないと思いませんか？だから8月28日は、一つだけ、置いていってください。全部ではありません。一つだけです。そして、9月へ持っていかない。もう、ここで終わり、と、自分で一つ、区切りをつけるんです。まず、もう私が背負わなくていいものは何だろうと考えてみてください。そして、思い浮かんだものを紙に一つだけ書いてください。今日する最初のことは、それだけです。では皆さん、なぜ、8月28日なのでしょうか？実は今回、この1年半、とお話ししていることにも理由があります。そして28日の空と日本の暦を重ねてみると、私は今回、ここで一つ区切るということに注目したい理由がいくつも見えてきました。今日は、まず、何を9月へ持っていかないのか、そして、なぜ8月28日なのか、最後には、空いたところへ、食から何を入れて、9月へ進むのか、この3つを一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは、暦や旧世紀学、東洋の知恵、世界の暦、そして食用上を毎日の暮らしの中で実際にできることへ変えてお話ししています。そして9月は、これからとても大切な時期に入ります。いらなくなったものを一つ置いて、少し軽くなって9月へ進みたい方は、ぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。それでは最初に、皆さんがこの1年半、本当は、もう背負わなくてもいいもの、一緒に一つ見つけていきましょう。では、一つ目のお話です。少しだけ時間を戻してみてくださいませんか？今から1年半ほど前、2025年の春頃です。その頃、皆さんは何をしていましたか？誰と一緒にいましたか？どんなことで笑って、そしてどんなことで悩んでいましたか？その頃から今までの間に人間関係が変わった方もいるでしょう。家族の状況が変わった、仕事が変わった、体のことを考えるようになった、誰かとの別れがあった、反対に新しく出会った人もいたかもしれません。その1年半の中でもう出来事そのものは終わっているのに、気持ちだけが今もそこに残っているもの、ありませんか？例えば、誰かに言われた一言、相手はもう覚えていないかもしれない。なのに自分だけが時々思い出して、また嫌な気持ちになる。あるいは、家族の中でいつの間にか自分だけが引き受けてしまった役割。私がやった方が早いから、私が我慢すれば丸く収まるから、そうやって続けてきたけれど、本当はもう少し誰かに頼ってもいいのかもしれない。仕事でもありますよね。本当はできませんと言いたい。本当は自分の意見も言いたい。でも嫌われたくない。迷惑をかけたくない。だからまた黙って引き受けてしまう。そして人ではなく習慣やずっと残しているものかもしれません。皆さんの今にとってどれが一番近かったでしょうか？それとも自分の中に残っている言葉でしょうか？実は一番見つけにくいのが自分自身に貼ってしまった言葉です。もう年だから、私は運がないから、どうせ私には無理、今更始めても遅い、私さえ我慢すればいい。皆さん、こういう言葉って誰かから一度言われた言葉より自分が自分に何度も言い続けることで、いつの間にか自分を止める言葉になってしまうことがありますよね。だから、紙を用意していた方は、先ほど書いたものをもう一度見つめてください。そして、まだ書いていない方は、今、一つだけ書いてみてください。人の名前でなくても構いません。そして書いたら、その一つを見ながら、自分に質問してみてください。これは、これからの私にも本当に必要？少しだけ考えてみてください。あなたに浮かんできた。その答えを無視しないでください。そして、ここはとても大切です。人間関係なら、今日すぐ誰かと縁を切ることではありません。仕事を辞めることでもありません。家族との関係を壊すことでもありません。その人を捨てるのではなく、その人との間で、自分が背負い続けてきたものを一つだけ下ろす。私はそう考えてほしいんです。許せないなら今すぐ許さなくてもいい。忘れられないなら無理に忘れなくてもいい。過去に起きたことをなかったことにする必要もありません。ただ
自分に一つだけ聞いてみる。これからも私が背負い続ける必要がある。そして心の中からもういらないという答えが出てきたら、紙に書いた言葉の横に大きく一言書いてみてください。ここまで、それだけです。でも皆さん、まだその紙を破らないでください。まだ捨てません。なぜならその前にどうしても知っていただきたいことがあるからです。8月28日の満月と月食、そして日本の暦からその理由を一緒に見ていきましょう。では2つ目のお話です。もう9月へ持っていかなくてもいいものを一つ見つけていただきました。でもここで一つ気になっていることはありませんか？なぜ今日なのでしょう。実はこの日はただの満月ではないから皆さんに問いかけているんです。日本では見れませんが、部分月食が起こる日です。そして今回私は満ちるだけではなく、もう一つ影がかかるというところにも注目していただきたいんです。今回の月食を占星術の流れから見ていくと、長く続いてきた感情、人との境界線、そして自分でも気づかないうちに背負ってきた役割、そうしたものを振り返る一つの節目として読むことができます。だから今回皆さんにもこの1年半ほどの時間を振り返っていただきました。そして皆さん、ここからが今日とても大切なところです。頭ではもう終わっている。でも心ではまだ終わっていない。そんなことありませんか？忘れなくてもいい。許せなくてもいい。なかったことにもしなくていい。ただこれ以上自分が背負い続けない。ここに一つ区切りをつけるんです。それが今日なんです。そして皆さん、今回西洋占星術だけを見て手放しましょうと言っているわけではありません。実は日本の暦も素晴らしくマッチした内容で私たちに告げてくれています。まず12直では満、満ちると書きます。空には満月、そして暦にも満。もちろん西洋占星術と日本の暦は別々の体系です。でも別々のものを重ねてみたときに同じような言葉が現れてくる。満ちる、一杯になる。そして一杯になったものをいつまでも抱え続けるのではなく、次へ移していく。さらにこの日は旧星では時刻土星、時刻土星には大地や母、受け止めること、そして育てることなどの勝意があります。さらにお葬儀、母が子を慈しみ育てるように天が万物を慈しむ日とされてきました。皆さん、ここまで重ねてみるとただの捨てる日ではないと思いませんか？今日のテーマはその先です。満ちたものを終わらせる。そしてここまでよくやってきたと一度受け止める。そして最後に次に育てるものを選ぶ。つまり完了、受容、そして再生。この順番がとても大切なんです。ここで皆さん、先ほどの紙をもう一度手に取ってください。一つ目ではまだ破らないでくださいとお話ししましたね。ここで使えます。そこには皆さんが9月へ持っていかないものが一つ書いてあります。その下にもう一言だけ書いてみてください。ここまでありがとう。でも勘違いしないでくださいね。嫌だった相手に無理に感謝する必要はありません。苦しかった出来事を良い経験でしたなんて無理に思い込む必要もありません。ここでありがとうという相手はそこまで背負ってきた自分自身です。よくここまでやった。もう十分。ここからは背負わない。それでいいんです。そして準備ができた方はその紙を折ってしまってもいい。破って処分してもいい。ノートに書いた方なら最後に一本線を引いてもいいでしょう。大切なのは紙を破ることそのものではありません。自分でここまでと区切りを作ることです。皆さん、これで一つ飽きました。ここでちょっと想像してみてください。9月になった時、今までそこにあったものが一つなくなっている。だったら、その空いたところに、今度は何を入れたいですか？我慢を一つ下ろしたなら、代わりに何を増やしたいでしょう？私には無理。置いてきたなら、どんな自分を育てたいでしょう？誰かのためだけに使っていた時間を手放したなら、その時間を今度は自分の何に使いたいでしょう？そして、空いたところに入れるものは、心の中だけではありません。体にも、良いものを入れていきます。そこで最後の3つ目です。8月28日の時刻土星が持つ土と育てるという意味も重ねながら、今度は空いたところに良い運気を入れるために食べ物で体から強化していきましょう。では最後の3つ目です。空いたところに良い運気を入れるために食べ物で体から強化しましょう。ここが今日一番重要です。1つ目ではこの1年半もう背負わなくてもいいものを1つ見つけました。2つ目ではそれにここまでと区切りをつけました。だったら最後は
手放して終わりではありません。今度は体の中に良いものを入れていきましょう。9月の大切な流れを受け取るための体の準備にしてほしいんです。でも今日は特別な開運料理を作る必要はありません。スーパーで買えるいつもの食材で大丈夫です。むしろ大切なのは何を食べるかを自分で一つ選んで、そこに自分の意識を向けていただくこと。今回食卓に一つ加えていただきたいのは土の中で育つ食べ物です。例えばごぼう、人参、里芋、じゃがいも、さつまいも。皆さんのお家にすでにあるものはありませんか？あるいはこの中に好きなものはありますか？全部揃える必要はありません。一つで十分です。ではなぜ8月28日に土の中で育つものなのでしょうか？ここで2つ目でお話しした旧姓にもう一度戻ります。8月28日は時刻土星。時刻土星は5行では土に属します。そして時刻には母なる大地、受け止める、小さなものを育てる、そして養う、そんな勝意を重ねてみていきます。考えてみれば土の中で育つ食べ物って面白いですよね。地上からは育っているところが全部見えるわけではありません。でも見えない土の中ではちゃんと育っている。少しずつ静かに時間をかけながら。これ今日のお話にもどこか似ていると思いませんか？今回の月食も日本からは見えません。見えなくても天体は動いています。そして皆さんがこの1年半心の中で抱えてきたものも外からは見えなかったかもしれません。人から見ればいつも通り生活している、笑っている、仕事をしている、家族のこともしている。でも誰にも見えないところでずっと何かを背負っていた。だったら今日は見えないところで抱えていたものを一つ手放して、今度は見えないところから自分を育てるものを体へ入れていく。私はそんな食卓にしてみたいんです。難しい料理にしないでください。今日の目的は暦を知る、今日の自分を振り返る、一つ手放す、そして今度は何を体へ入れるのか自分で選ぶ。ここまでを一つにつなげることがとても重要なんです。そして空いた場所へ今度は自分を育ててくれるものを入れる。心にもそして体にも。今日の夕食、土の中で育ったものを一つだけ加えてみてください。これで3つ目の空いたところへ食から良いものを入れることから9月に進んでいけますというお話です。皆さん今日はこの1年半の中からもうしょわなくてもいいものを一つ見つける。そしてここまでと区切りをつける。最後には空いたところへ今度は良いものを入れていく。この3つをお話ししました。全部を変えなくていいんです。一つだけで構いません。一つ置いて少し軽くなって、そして新しいものを一つ入れて9月へ進んでいきましょう。そして今日は皆さんに一つよしく押していただきたいと思います。コメント欄に手放すものを書く必要はありません。それは皆さんの心の中だけにしまっておいても大丈夫です。代わりに9月を迎えた自分がどうなっていたら嬉しいでしょうか。例えば9月は心穏やかに過ごしています。9月は自分の時間を大切にできています。9月は体も心も軽く過ごしています。こんな風になりたいではなく、もうそうなったつもりでよしくとして一言コメントに残してみてください。私も皆さんのコメントを楽しみに読ませていただきます。そして皆さん、ここから先も見逃してほしくない大切なタイミングがやってきます。今日はその内容についてはまだお話ししません。でもあの時知っておけばよかったとならないように、これからの投稿もぜひ受け取ってくださいね。まだチャンネル登録がお済みでない方は今のうちにチャンネル登録をして次の投稿を見逃さないようにしておいてください。今日一つ手放した皆さんが少し軽い気持ちで新しい9月へ進んでいけますように。それではまた次の投稿でお会いしましょう。